ヴィアーを本当に失うかもしれない。その現実に初めて直面した瞬間、ケビンは一気に奈落へ突き落とされる。ただ祈ることしかできない時間の中で、目の前の現実と受け入れたくない感情の間をさまよいながら、彼は一つの決断にたどり着く。もしヴィアーが生き延びるのなら、自分は全てを手放すべきだと、今度こそ本気でそう思ってしまった。その覚悟は愛しているからこそ離れるという逃げ場のない選択だった。一方で生死の境をさまよったヴィアーは奇跡のように回復し、再び BPG グループのトップへと戻ってくる。でも2人の関係は元には戻れないところまで静かに踏み込んでいく。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。時間は流れ、2人は競争入札の場で偶然再会する。ヴィアーの会社に懸念の目が向けられていたが、ケビンはその全てを背負うように全力でバックアップに回り、ビジネスパートナーとして関係を築くことになる。ただし自分はあくまで表に立たず、プロジェクトは部下に任せるつもりでいた。関わらないことで距離を保とうとしたはずなのに、久しぶりにケビンを目にしたヴィアーは迷いなく自分から声をかけ、まるで何もなかったかのように「はじめまして」と言い直す。その一言が断ち切ったはずの過去を強引に引き戻す。だがケビンの中ではあの喪失は終わっていなかった。ヴィアーを失った後遺症のように自傷を繰り返す日々が続いていて、体に痛みを与えることでしか胸の奥に溜まり続ける感情を逃がせない。平然と振る舞っているつもりでも抑えきれない震えは指先に出てしまい、ヴィアーはその違和感を一瞬で見抜く。そんな中、建設現場で3人が死亡、11人が重傷を負う事故が発生する。現場は混乱に包まれ、反発した作業員たちがヴィアーに向かってブロックを投げつける。その瞬間、ケビンは迷いなく前に出てヴィアーをかばい、頭から血を流す。この一連の流れがケンの仕組んだものだとすれば、偶然で片付けるにはできすぎている。警察は責任者としてヴィアーを連行しようとするが、ケビンは自分が総責任者だと名乗り出て、その場で同行を申し出る。取り調べの合間、ヴィアーが会いに来て言葉を交わしている最中、ケビンは突然気分を崩し意識を失った。慌てて呼ばれた医師は、今後の取り調べは明るい部屋で行うべきだと告げる。ケビンには感情の触れが極端に大きい状態があり、深い落ち込みも見られ、さらに自傷の傾向もある。このままでは危ういので早急な治療が必要だと断言された。ケビンが拘束されている間、ヴィアーは裏で動き出す。真実をつかむためにラビッチに父親の帳簿を盗み出してほしいと頼む。ラビッチはヴィアーに思いがあるからこそ、その中身もわからないまま差し出してしまうが、その帳簿は決定的な証拠となり、父には逮捕令が出され、ケビンはようやく解放される。ようやく釈放されたケビンを自宅まで送り届けた後、ヴィアーは彼がこれまでしてきた全てを受け止め、その上で許すと決める。長すぎる時間と何度もすれ違ってきた痛みを超えて、ようやく2人は同じ場所に戻ってくる。だがその裏で、ケンはすでに次の手を打っていた。ラビッチの父を自らの手で殺しておきながら、その罪をヴィアーになすりつけ、お前の父はあいつのせいで殺されたと焚きつける。怒りと喪失に揺れるラビッチを利用し、ヴィアーを呼び出させ彼を監禁した。そして今度はケビンに対してヴィアーの命を預かっていると告げ、一人で来るように仕向ける。現れたケビンとヴィアーは逃げ場のない空間で鎖につながれ、爆弾まで仕掛けられる。全てを終わらせるつもりで、ケンはヴィアーの親友およびラビッチの弟を手にかけたのは全て自分だと得意げに言葉を並べた。あの日、ラリットはケビンに殴られて一度は意識を失ったが、すぐに目を覚まし、なんとかビルの外へ出た。ちょうど居合わせたケンはとどめを刺していた。爆弾の残り時間が刻一刻と迫る中、ケビンはこれまでヴィアーにしてきたこと、その全てを隠さずに語る。許されるとは思っていない。
それでも最後くらいは嘘を残したくなかった。だがビアは迷わず、どんなケビンでも愛していると言い切る。そして過去のすべてを受け入れて、2人は手を取り合い、終わりの瞬間を待つことを選んだ。だが爆弾は警察の処理班によって間一髪で解除され、2人は奇跡のように救い出される。そして迎えたケビンの誕生日、ビアはラリンたちも招き、ささやかながらも温かな時間を用意する。もう隠し事はしないでほしいと優しい口調で告げた。また次回お会いしましょう。ではでは。